10の菩薩は大地の下の虚空にいたとされている。大地の下に虚空があるとは一体どういうことなのか。インドの世界観では地下の構造はこうなっています。私たちの住む地面は地輪の表面で、その下には根輪がある。その下には水輪があります。水輪のさらに下に風輪があるとされます。この風輪が虚空に浮かんでいるとされるわけです。これから考えると、水輪よりも下に風輪があり、その下に虚空があるとするのは、虚空が水や風よりも根源であることを表現していると思われます。10の菩薩がいた下方の虚空とは、最も下にある虚空で根源の中の根源と言えるのではないでしょうか。根源中の根源からの誕生と考えれば、まさに発祥の縁で元宗の極地に通じるかもしれません。発祥の縁で元宗の極地とは根源の真理であり、南無法蓮華経の一方です。虚空っていうのは一番下方にあるって言ってましたよね。今で我々今虚空上にいますよ。あれっていうことはブワーって上に上がってきた演出したけど、実は一番下に行ったんだってことだよね。ここが不思議なところなんだけど、虚空上っていうのは要するに一番深いところに入ったっていうことだから、今我々のこの舞台は発祥の縁で元宗の極地なんで、南無法蓮華経の中に今入り込んだみたいな感じですよね。イメージは虚空上に入ったっていうのは衛星軌道上にいるつもりでしたけど単純に上に行ったみたいな感じのイメージだったかもしれないが、イメージが全く逆です。そうそう。では今回ね、今元今日のところで、最低限の蓮華についての知識はコンプリートできるというところでございますね。コンプリートですか。知識的な部分ですね。もう一気に10ページぐらいガッといきましょう。おお、巻きますな。甲府のために急がなければ。なんでこれちっちゃいな。いきます。法華経にはどんな蓮華が。池田、さていよいよインドだが、蓮華については古代から広く知られていて、ヒンドゥー教でも重要な中心的位置を占めているね。須田、はい。インド最古の宗教文献とされるリグベーダにも蓮華のことが出てきます。池田、それでは法華経においてはどんな蓮華が登場するのだろうか。斉藤、星功徳本には赤、白、青の蓮華が出てきます。釈蓮華光、小蓮華光、白蓮華光と。梵語の経典で該当するところを見ますと、釈蓮華、愚蓮華にあたるのがパドマです。これは白い水蓮ですが、桃色の変種もあるようです。小蓮華とはウトパラ、ウハツラ、ニューロートパラ、青いウトパラともという青い水蓮です。白蓮華とはプンダリーカ、フンダリケという白いハスです。このプンダリーカ、白蓮華が法華経全体の兄弟になっているわけですね。池田、サンスクリットの経典では蓮華は普通青、黄、紅、白の順で出てくるそうだ。最後に出てくる白蓮華が最も高貴で尊厳とされている。法華経は最高の教えだから、サンスクリットではサッダルマ・フンダリーカ・スートラ、白蓮華の経典とされているのです。須田、法華経にはこの他にクムダ、クモッズという夜咲きの白または赤の水蓮が挙げられています。その他には妙音菩薩の住む東方世界の仏、上家宿王地仏の名の家はカマラという青いハスです。池田、なかなか詳しいね。黄色いハスはどうですか。須田、熊田重役以外の法華経には黄蓮が出てきます。ただし現実には黄色のハスや水蓮はインドにはないようです。遠藤、アメリカのミシシッピ川流域などには黄色いハス、キバナハスがあるようです。須田、空想上のことですが、密教では赤、白、青、黄の他に黒色の蓮華もあるとされます。斉藤、ちょっと想像しにくいですね。池田、仏典では様々な色の蓮華が説かれている。ある経典では釈尊が出家前に過ごした家の庭に小蓮華、愚蓮華、白蓮華が植えられていたと回想している。蓮華は夏の暑さに清涼感を与えてくれる。インドは日本よりも暑さが厳しいので、一層その思いがあったかもしれない。斉藤、御書にも出てくるあの口、
つまり少量地にも蓮華が生えているとされます。これはインド人が考えた理想郷ですが、理想郷には蓮池が欠かせないようです。阿弥陀仏の極楽浄土も蓮で覆われています。スダップ、インドの蓮華重視はインダス文明以来の伝統のようです。有名なモヘンジョダロ遺跡からは、頭に蓮の花をつけた大地の女神と思われる像が出土しています。池田、モヘンジョダロ遺跡といえば3、4000年以上も前の遺跡でしょう。その頃から蓮華が重要視されていたとは興味深いね。しかも大地と蓮華が結びついているところに注目したい。自由の菩薩という人間の蓮華も大地から出現した。そこには仏法上の神義は別にして、インド文化の一つの伝統的なイメージが背景にあるのかもしれない。もちろん断定はできないが、今後の研究に待ちたいところです。釈迦が仏法を説く前から蓮華っていう存在は特別だったということですよね。ね、なんか特別な、人間にとっては特別な何かだったんでしょうね。そもそもそうだったと。だからこそ妙法蓮華経っていう、そこに蓮華が入ってたってことでね。奥ゆかしい。そして自由の菩薩と蓮華の結びつきっていう、ところでございます。家宝の虚空とは究極の根源。斉藤、はい。母なる大地というイメージは全世界に広くありますが、インドも例外ではありません。大地は万物を生む母であり、女神とされます。遠藤、母なる大地を母体として自由の菩薩が誕生したということでしょうか。池田、そこには見渡す限りの美しい蓮華が家宝から出現してくるというイメージがあるかもしれない。ただ厳密に言うと、自由の菩薩は大地の下の虚空にいたとされている。これを考えてみよう。大地の下に虚空があるとは一体どういうことなのかと疑問に思う人もいるに違いない。遠藤、はい。インドの世界観では地下の構造はこうなっています。私たちの住む地面は地輪の表面で、その下には根輪がある。その下には水輪があります。この根輪と水輪の境目が金輪際です。池田、面白いね。金輪際は底の底の方にあるから、どこまでもという意味になり、断じてという意味になり、結局金輪際もう付き合わないなどと使われるようになったわけだ。へーっていうね。ここから来てるんですね。このインドの世界観面白いですよねってことで。まあこんな感じですよ。不思議な世界観です。遠藤、その通りです。で、水輪のさらに下に風輪があるとされます。この風輪が虚空に浮かんでいるとされるわけです。斉藤、インド人はリグ・ベーダの時代から万物の根源は何かと主樹考えました。ある哲学史では、創造主が世界を創造するにあたって大いなる虚空に水を母体として置いたとされます。水よりも虚空がより根源だと考えたのです。後の注釈書では、虚空は究極の根底とされており、虚空がボン、ブラフマンとして崇拝されるようになっています。これから考えると、水輪よりも下に風輪があり、その下に虚空があるとするのは、虚空が水や風よりも根源であることを表現していると思われます。こういう文化伝統から見ても、自由の菩薩がいた家宝の虚空とは、最も下にある虚空で根源の中の根源と言えるのではないでしょうか。遠藤、根源中の根源からの誕生と考えれば、まさに発祥の縁で元宗の極地に通じるかもしれません。もちろんこれらだけから論じるわけにはいきませんが。池田、自由の菩薩は受領本の本仏の久遠の弟子である。その久遠の弟子が根源の中の根源から誕生してくるということだね。もちろん発祥の縁で元宗の極地とは根源の真理であり、南無法蓮華経の一方です。その上で湯十本で説く家宝の虚空から生じるとは、空間的に根源を示し、久遠以来の教家とは時間としての資源を示していると言えるかもしれない。自由の菩薩の出現とは宇宙と生命の根源のドラマなのです。つまり本門に秘められた方が根本中の根本であることを示唆していると言えるでしょう。はい、いうことで、虚空っていうのは
一番下方にあるって言ってましたよねね。今うん。で我々今国上にいますやんあれ？っていうことはブワーって上に上がってきた演出したけど、うん。実はいっちゃん下に行ったんだってことだよね。イメージが全く逆です。そうそうここが不思議なうん。ところなんだけど、国上っていうのが要するにいっちゃん深いところに入ったっていうことだから、今我々のこの今設定の舞台ね、ここの舞台は発祥の縁ですよ。原種の極地なんで南明法蓮華経の中に今入り込んだみたいな感じですよね。イメージは国上に入ったっていうのはね、衛星軌道上にいるつもりでしたけど単純に上に行ったみたいな感じのイメージだったかもしれないが、このインドの世界観で言ってますからね、釈尊も国上っていう言葉自体は、っていうことはいっちゃん下にいるんだ我々。なるほど。このイメージを持ってちょっとまた同種将棋ってほどじゃないけどこうガラッと180度変わるようなイメージがね、感じだと思うけど、そっちの方が真実だっていうことだよね。そういうことね。だからそういうイメージで今後進めていきましょうって話ですよ。なるほど。続いていきますか。はい。シルクロードはロータスロード。サイトをこうして見てきますと、世界の実に多くの地域でレンゲが重要なシンボルになってきたことを改めて実感します。特にエジプト文明ではレンゲの象形文字やレンゲ中東といってレンゲを頭に刻んだ柱が神殿にあるなどレンゲ文化の一大拠点です。遠藤、エジプト文化の多くを継いだギリシャ文明でもオリンポスの神殿に唐草模様にレンゲの文様があります。池田、そのギリシャ文明をインドまで運んだのがかのアレキサンダー大王だね。大王の遠征によって西のギリシャ文明と東のオリエント文明が融合した。そしてインド文明と西洋文明の出会いがやがて仏像などのガンダーラ美術を生みアジアに広がり中国、韓朝鮮半島そして日本へも伝わってくる。個々にどう影響し合ったかという実証は難しいがユーラシア大陸を結ぶ壮大なレンゲの道があったことは確かです。サイト、シルクロードはロータスロードでもあったわけですね。池田、その道の足となった一つは砂漠の船と呼ばれるラクダです。かつて上諸侯画伯中国敦煌研究院名誉院長が言われていた。ラクダが歩いた後には砂の上にまるでレンゲの花のような足跡がずっと続いているのですと。遠藤、ロータスロードには実際にレンゲの花文様が描かれていたのですね。須田、美しい光景です。池田、私たちが開いている幸福の道も歩いた後に人々の幸福のレンゲが香り高く咲き誇っている。私たちの人生そのものが美しきロータスロードなのです。さて最後に太陽とレンゲについて外観しておきたい。日蓮大聖人のお名前にも関連する非常に重要なポイントです。ラクダの足跡の形が、ハスに似ていたというかいう形ですよね。そんな足跡してたっけ？っていうことを言われてるんじゃないですか。まるでハスがブワーって咲いてるように見えたらしいっていうことをこの人が言ってるからね、名誉院長が。でもそうか、なんか蹄ってこう2つ、確かに言われてみればそんな感じのイメージだったってことですよね。なるほどね。そして拙いながらも我々がこうやって動画をここでアップしながらやってること、拙いながらもロータスロードになっていると。足跡がついてる。 YouTube にロータスロードを。そうです。なるほどね、そういう表現ね。まあでも言ってることはそういうことでしょうね。そういうことですよね。もちろん全国各地それぞれのロータスロードがあるんですけどね、我々がやれることの一つとしてこういうロータスロード足跡をつけてますってだけの話ですね。一つのそういろんなそれぞれの使命のロータスロードへ。あなたの後ろにもありますかロータスロードって。いいキャッチコピーじゃないそんな話でしたね。そして続いて太陽とレンゲ。日蓮大聖人、日っていうのは太陽ですかね、蓮っていうのはレンゲで、まさにこの太陽とレンゲについて深掘りするっていう関係性が紐解かれると。大聖人についてはい、いきましょうか。はい。太陽は天のレンゲ、レンゲは地の太陽。遠藤、
はい。まずエジプトでもレンゲが太陽と関連付けられています。花びらが放射状に開いていることから太陽光線と似ていると考えられたのでしょうか。さらに朝花を開いて夕方までに閉じることからも太陽と密接に結びつけられたようです。すだ。エジプトの神話では夜レンゲの果敢が太陽のゆりかごとなり、夜明けになると太陽に新しい生命を与えると考えられていたようです。池田、太陽はどこの地域でも無限の生命力の象徴だね。また沈んでも翌朝にはまた昇るので復活の象徴、永遠の生命の象徴と考えられていた。斉藤、それで永遠の生命復活を願ってレンゲをミイラの上に乗せたり葬式に使ったりしたようです。エジプトには原初の水から生じた蓮の花が開くと世界を創造する美しい子供、すなわち生まれたての太陽が現れ出たという伝承があるそうです。須田、またペルシャ人もレンゲを太陽の化身と考えました。一方、太陽神を光の衣とレンゲの王冠を身につけた姿で描いています。池田、古代オリエントではレンゲは地上の太陽であり、太陽は天上のレンゲだったのだろう。レンゲは聖なるものを生み出したり内に秘めているものだった。実に聖なる植物だったのだね。斉藤、インドでも古くからレンゲは聖なるものを生み出すとされています。先ほど話に出た専用のレンゲはその代表です。古い伝説によれば宇宙の創造をこう述べています。元初には宇宙に水だけしか存在しなかった。その水の中から蓮の葉が浮かび、太陽のように金色に輝く専用のレンゲが浮かび上がった。その中に宇宙の創造者、梵天が生まれたと。このレンゲは黄金の母体と考えられています。須田、黄金の母体とは最古のバラモン経典リグベーダに出てくる万物の根源ですね。万物を胎児として内に備え生み出すものです。遠藤、レンゲの家宅もサンスクリットでは母体、子宮を意味するガルバという名前で呼びます。種子を育むところから名付けられたのでしょう。また黄金のレンゲは太陽の象徴とされています。斉藤、この黄金の専用のレンゲのイメージは仏教でも使われています。社会上での奇跡の話ではナンダ竜王とウパナンダ竜王が車輪のように大きく、茎は宝石でできた黄金の専用のレンゲを作り出し釈尊に差し出したとされていますっていう話があったということでね。黄金のレンゲは太陽を表していたと。ね、すごいね。昔の人の見方だよね。太陽を見て、天にあるレンゲだって見てたし、レンゲは地上の太陽というふうに捉えていたとね。しかも世界各国ってことですよね。いろんなところの地域で、みんな同じようなことを思うような、そんなすごい植物だったんね。これも歴史勉強しないと分かんないことですね。言いましょうか。はい。仏は太陽、仏はレンゲ。池田、釈尊は縁日大正尊とも呼ばれる。知恵の光を放つ太陽とされているのだね。人々に法を説く教主釈尊は太陽でありレンゲということです。このことは非常に重要です。斉藤、第一道論には専用のレンゲと知恵の光の関係を示す話が記されています。釈尊が三枚に入っているとき、大光明を発した。するとその11の光は宝石でできた専用のレンゲとなり、それぞれのレンゲの上に皆仏が生じていたと。池田、仏の知恵はエコーと呼ばれる。仏の慈悲は自己と呼ばれる。共に光に例えられている。この話は仏の知恵と慈悲の光を母として諸仏が誕生していることを示しています。故に私どもも人々に光を当て、光を送らなければならない。自分も光を浴びなければならない。暗がりにいてはいけない。暗がりに人を置いたままにしてもいけない。暗がりでは花は咲かない。レンゲは咲かない。自分が縁するすべての人に妙法の光を送るのです。それが自分の光を増すことになる。無数の専用のレンゲの上に無数の諸仏が誕生していく壮麗な光景です。これに似た光景が法華経にもあったね。
国上で釈尊と多宝如来が宝塔の中に二物描座する。その宝塔の周りに十方の世界から分身の諸仏が集まってくる。須田、はい、この諸仏は蓮華の群衆に例えられています。いうことで一旦ここで来ますけど、はい。また分かりやすく説明していただきましたね、先生から。そうですね。光を浴びなければならないと、それは材木だよって話だねこれ。基礎中の基礎です。まず自分の内側に光を当てていくというか、で人々に妙法の光を送るっていうのはね、幸福なことですけども、仏法を説いていくと。そういうことですね。そしたら外側が光に包まれてくるというかね、生命の外側、ややこしい言い方かもしれんが、生命の内側外側っていうのがございましてね、これ。これが内側だけ光っとってもね、外から見たら光ってないようになんていうか見えん。シャバ世界に届かない光が、幸福の行動で外にも光が、ねおいおい話してきますが、やっぱ事業桁の修行が大事でございまして、題目だけしとってもダメというね。そうだね。内側外側っていうのがあるっていう、ややこしい話です。いやでも大事でしょうね、そこ。どんだけいいことを考えて思ってても周りに知られてなかったらないのと一緒ですしね。そうなんですよ。よくある、仕事でも。そんだけいいアイディア思ってる、愚痴そんだけ出るんだったら言えよ、改善しろよ、ってね思ってることってあるじゃん、それを実現できるかはまた別の話になってくる。別の話。その力がついてくるよって話だ。どっちもあると最高だよね。でもその力はあるけど、思ってることがあんまないとかさ、なんていうか、それもあかん。パターンもある。全然ある。内側も外側も光に包まれないと。太陽の光、電源の光。そうだよね。結果出すとやっぱりみんな見るからね。あれスポーツとかって特にそうじゃないですか。僕ね、スノーボード好きだもんでまだやってるけど、昔なんてぐる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 回るじゃないですか、ジャンプして、もう人間3回転とか行くともうこれ以上は無理だみたいなところがあっても、誰かがやっちゃうとみんな全人類のリミッターが外れるんだよね。そうするともうどうよ、今となっちゃ何回転してるんですかっていうぐらいぶっ飛んで回ってるもんね。間違いない。二軸入ったりとか縦回転まで入ってますやんとか。人が無理だと思ってることを最初にやった人ってすげえ俺尊敬するんですよ。いやほんとそう思う。リミッター解除してくれる人ね。大谷翔平がね。そうね好きねもう今後どんどん出てきますよ。二刀流なんかありえないと思ったかもしれんが、二刀流どんどん出てきますよ。いや出るんじゃないかな。そのうち三刀流が出てくるかもしれない。四刀流も全然あるからね。すごっ。そういうことをまず想像できる力と、あと実現する力、内側外側って話になります。面白い。大谷翔平とか言うてますけど、誰もできないと思ったことをぶち破って俺らにもできるんじゃないかと思わせた最初のカリスマというか、いうのはもうこういう人たちですからね。こういう人たちっていうか、歴代の仏の人たちというか、仏法を説いた人たちというかね。いくらねすごい成果を出したと言っても所詮は同じ人間ですからね。すごい大事ですよね。俺らにもできるんじゃないかってちょっとでも思わせたら勝ちじゃないですか。いや間違いない、勇気を沸かしてくれるねということだし、仏教を勉強してもこれはその当時の人だからできるんじゃない、今の令和とかこの現代では無理だよって思ってるのを、我々で言えば池田先生が殻を破ってくれたってことで、そういった意味で、師匠って言ってるわけだよね。ただまたこれは何回も繰り返していかないといけないんで、さらにこの現代でそれが可能になるのかっていうところは誰かが証明しないといけないっていうことで、暗中模索状態ですな。っていうところで弟子たちは世界各国の弟子たちは奮闘されてると思いますけど、その一人ですよ我々もね。そうね。それを示すことで俺らにもできんじゃねって思ってくれる人が増えるっていうのが、俺らが目指してることなので、みんなでやろうね、協力してスクラム組んで頑張っていきましょう。はい。お疲れ。おつもと。